盆栽祭りも終わりましたね。お疲れ様でした。最終日もちょっと寄りまして、このようなものをさらに買ってきてしまいました。これは小アジサイ、お安くしていただいたので買いました。それとさしきのおじさんって言ったら分かる人は分かると思うんですけれども、さしきのおじさんコーナーで、これしだれ桜を買いました。これがしだれるのかちょっと分かんない。針金でちょっと目をさえしてミニのしだれ桜作りたいなと思って買ってみました。なんかね、ここに早速ですけど、ここになんか虫ついてますし、消毒してから棚場に入れようと思います。それとこれ初めて樹種面も初めて見たんですが、朝鮮ゴミシっていうつる製の樹種をですね、初めて挑戦ということで買ってみました。つるが伸びてますね。挿し木も簡単だし、これちょっと雌雄別で、これが実はもしかしてなんないかもしれないんですけど、ちょっとオスかメスかも分かんないんでどうかなと思うんですが、ちょっとねこれ挿し木とかして増やしてみたいなと思って、それと最終日ですね、こういうアクセサリーも買いました。これです。ちょっとあれなんですけど、風花ガマさんのお弟子さんって言っていいのかな、女性の綺麗な方がですね、陶器で焼き物でピアス作ってらっしゃって可愛かったので、ちょっとパンみたいだなと思ってちょっとパンの T シャツ着たんですけど、そして前回ちょっと触れたんですが、北海道の盆友さんから山鳥のすごいいい素材をたくさん、送っていただきました。それをちょっと手入れしたいと思います。白樺ですね、はい、白樺の山鳥のもの、大小いろいろありまして、たくさんあります。それとこれですね、これはなんだっけ、七かまどの山鳥なんかもいただいてて、私山鳥の良さを話には聞いてただけで知ったつもりで、どんなにいいかって知りませんでした。いただいた苗、ちっちゃい苗なんですけど、やっぱね地盤の硬い岩場とか根が張れないところで生えてますので、すごい曲が面白い、いい曲がたくさんついていて驚きました。うちのそこの山鳥というか鶏の素材なんか、やっぱり地面がふかふかですから根がまっすぐ伸びているのがほとんどで、それに比べるとこのいただいたものたち本当に将来有望なものばかりでした。本当の山鳥ってこういうものなのかなと。まだ小さい苗なんですけど、ちょっと山鳥の凄さの片鱗を見たみたいな感じで、すごいちょっと感動しました。はい、テンション上がる素材ばかりでした。ありがとうございました。じゃあ早速 いじり倒していこうと思います。とりあえずこれは活性剤入りの水につけておきました。これをちょっと一個一個見てみようと思います。まずこちら、これは七かまどですけれども、はい、いいところで抜いてきてくださってますね。ここがなんか岩だったのかな、硬いところに当たって横に広がるしかなかったんかなとか、いろいろ考えられますね。うちの庭やったらもうピューってまっすぐ伸びるだけなんですけど、うちの姿もスッてした姿も良くて、これは単独でね、薄い鉢にちょっと景色出すように植えたらさぞよかろうと思いますね。でもう山鳥ですから針金かけるのもなんかもったいない気がして、ここくっついてるからあれなんですけど、ここはなんか石かなんかかませて、針金かけないで作りたくなりますね。はい、この木はちょっと根をねもう少し切り詰めました。この木はこの鉢で余裕で無理なく入りそうですので、ちょっと遠くても全部入らんけど、このような感じで植え付けてスルスルっとした木にしたいなと、姿で作っていきたいなと思います。薄くそこを土入れて、このくらいでいいかな。ここに無理なく入れる感じ、はい、おっと、とりあえずここで仮止めして、
の長めに残した針金を下に通して押さえながら通してちょっと引っ掛けて浮かないようにしようかなと留めときました。食い込むようだったらゴムチューブとかかませてちょっと様子見たいと思いますが、とりあえず固定はしっかりできた感じ。はい。前提だけで作っていこうかな。これも面白いですね。こう言ってこう言ってなかなかつけようと思ってつけられる模様じゃない感じしますね。これも割と小さめの1本で作れそう。こっちが表かな。これもやっぱり少し根っこを切り戻させてもらって申し訳ないのですが切らせてもらって、できるだけ根は残したいんですけど、切らんとどうしようもねえなってやつは切らせてもらって、よし。上もじゃあ切れるところはね、根っこ切ったから切れるところは切りたいなと思う。ここに芽があるからちょっとここまでで切り戻させてもらいます。これはまあバランス取れてるから安心して植え付けられそう。次、これは白樺ですね。ちょっと小さめのやつの束。これもなかなか白樺って結構いろんなところから芽が吹いてくるし、結構芽吹きがいい感じしますね。この辺もいっぱいこの辺ありますね。いらんけんちょっと芽かきだけしとくけど、あんまりこっちには自生がないから育てられんのかなと思ったんですけど、前回小の苗もらったんですけど、それはかなり元気に動いてるので、いけるんだと思ってですね、これは1本植えで作りたくなりますね。ちっちゃいポットで育てようかな。この硬質のプラポットで入れて育てます。固定してから、ちょっと長すぎたので止めると根っこの向きがちょっと広がるようにちょっと調整して、はい、これで有料の苗木1本できました。まためっちゃこれいっぱいあるけど全部いい曲ついてるから困ったな。嬉しいけど困ったな。この辺をちょっとね寄せ植えにしたり曲げてみたりと思ってるんですけど、これもいいな。ちょっとこう並べて濡れタオルの上に並べて選別していこう。これも面白いな。これは1本で作ってみたいからこっち。これも1本で作りたいかも。これの辺も面白いな。ちょっと候補。やっぱり北海道の厳しい環境の土壌で芽生えてるんでしょうね。いろいろな曲が自然についていて面白いです。山鳥はすごく盆栽では価値があると聞いてますけど、ちょっと納得。ただ山で採るのって私有地以外でしたら許可がいりますし、生態系に影響することだってあるので、やっぱ山鳥万歳っていうわけではないんですけれども、だからこういう機会はとてもありがたいですね。選別はこれも網伏せしたみたいな曲ですけど、また網伏せとは違う根の面白さっていうのがあって、面白い。これも寄せ植えにできそうだけど、この辺でも本当に吹くから株立ちとかにもできそうだし、寄せ植えに良さそう。ちょっと寄せ植え用はほい。これもなかなかすごいのいっぱい入ってますね。これもいいですね。選んでいるポイントはやっぱりこの上はどうにでもなりますので、根元の模様が面白いかなとか、粘りが面白くできそうだなとか、この根元の一曲が面白いなとか、そういうのは一つで植えたいなと思ってます。
いっぱいあるぞ。これもねちょっとねまっすぐな根がある。この根とこの辺で作りたいですね。ここで切っていいのかな。たくさんいただいたからチャレンジもできますね。直根結構太いから、でもここしたら下の根っこは盆栽にすると大変邪魔になるので、ごぼうの根っこ取っちゃいました。たくさんいただいたからチャレンジもできますが、太い根切ったんで上もちょっと詰めましょう。これはこれでこうやって作っていったら面白そうです。これは根っこ面白いけどもしかして県外とかにもできそうだから、これも単独で作ってみましょう。わあ、いっぱいある。面白いのがいっぱいあるんだけど、いいのこんなにもらっちゃって。ここで作ってね、ちょっとここに芽があったりするから、これもミニでブナのなんかちょっと木として作れそう。面白いですね。これもすごいすごいな。一個一個見ていくのがえらい楽しいですけど、もうちょっとね邪魔な長い枝、細根があるところがあればそこが一番好ましい。芽吹きがいいから根っこもよく出てきてくれるはずだと思いますんで、ちょっとねどうしても切らないといけないやつは容赦なく切っていきます。根を切りましたので上も切ります。外目残し、まだ全然わかんないからあれですけど、外目残しで切り込んで、ここに芽があるな。この辺はしかした根っこですけど、これを幹にして作っていってもいいですね。ちょっと細いけど外に出せばまた太ってくるんじゃないかなと思いますんで、これはねこれで作ろう。これも根っこがほとんどないですから葉っぱの量減らさんとやけんが少し切り詰めます。でね、なんかこういう風にこういうちょっと横に吹き流すような感じで作ったらこれいいかなと思うんで、これも単独コース。ちょっと見てるだけはつまらんかもしれないんですけど、私はとても楽しいです。鉢上げ終了しました。たくさん面白いものありましたが、いくつか紹介します。こちらもう結構幹が太い段階で持ってきてくださったんで、ここに1曲ありまして、小枝を作っていったらいいな。こちらもですね、この曲作って模様着にできそうだなと思うもの、根上がりにできそうなこの曲面白くて、多分土にこっから下埋まっとったやつなんですけど、こうちょっと持ち上げて根上がりにしようかなと思うやつ。同じようにこういう自然の曲を使ってこう流せるような受験できるものもあったりとか、一番立派だなと思ったのはやっぱりこの自然の株立ち状に作れそうなものがちょっと有料株だなと思っていたりしますし、この他のちっちゃいものもちょっとあんまりちっちゃいやつはちょっと軽く束ねておいたんですけど、これで作ってもいいし、寄せ植えで束ずつ植え付けてもそれなりにいい形姿になると思うので、こういうまとめたやつも何セットか用意しました。網伏せじゃなくてこういう形になるのはやっぱり山で採れたものの特有の面白さかなと思います。これは七かまど寄せ植えにしてみたりとか、大物はこちらですね。こちらのちょっともう分からんけど、全部見えんけどちょっとスンとした形にできそう。この粘りも結構面白かったんで、ちゃんと作っていけば見どころも増えていくかなと思ってます。あとこれね、七かまどもこの面白いやつありました。こう雨伏せみたいなこの面白い曲が自然につくっていうのは山鳥ならではの魅力だなと思います。なかなか得られない機会なのでありがたくいただきました。大事に育てていきたいなと思います。
今日の作業はこれで終わりです。ありがとうございました。